採用。ティム・フォーリン。出生名ティモシー・ショーン・フォリン。1970年12月19日生まれはイギリス・セントヘレンズ出身のビデオゲーム音楽の作曲家、撮影監督、企画効果アーティスト、ゲーム開発者であり ZX、スペクトラムなどでさまざまなタイトルや家庭用ゲーム、ステム用で楽曲を作成された天才作曲家、編曲家、プログラマーです。 ZX、スペクトラムの他にアミガ、カタリ、ST、デス、ファミコン、メガドライブ、スーパーファミコン、ゲームボーイ、ドリームキャスト、プレイステーションなどでも楽曲を制作されています。ピアノ、キーボード、ギター、バイオリン奏者でもあり、活動時期は1985年、2006年、中断期間を経て2015年から現在まで活躍されています。代表作にソルスティス、シルバーサーファー、スパイダーマン、エッグメン、アーケーズリベンジ、ブロックおよびエコーザドルフィン、ディフェンダーオブザフィーチャーのサウンドトラックがあります。ティム・フォリン氏は ABF ピクチャーズというテレビ広告会社とバディキャット LTD という汎用メディア会社を共同設立しました。同社はこれまでに2つのビデオゲームコントラディクションとアット・デッド・オブ・ナイトを制作しており、後者は Steam で大きな注目と称賛を受けています。最初に彼が手掛けたプラットフォームを確認しましょう。いくつかの代表曲はこの後ティム・フォリン氏の経歴を紹介しながら紹介します。ティム・フォリン氏は今流れている彼の代表曲であるネス海外版ファミコンのタイトルであるソルスティス、音楽を作るのに非常に刺激的なゲームであると述べており、ゲームの暗い城の環境内で雰囲気のある音楽とタイトル、シーケンスに合わせて振り付けられた強力な音楽を目指しました。ソルスティスのサウンドトラックではキーボードや楽器を一切使用せず、キーボードではなくコンピューターの考えに沿って作曲しました。ティム・フォリン氏の楽曲はビーツ音1音から始まり CD 音源までほぼ全ての音源で楽曲を制作されました。ここでティム・フォリン氏を語る上で避けて通れないテレビ企画である NTSC60Hz ソパル 50Hz 問題について取り上げます。日本および米国ではテレビ企画で NTSC60Hz が利用されました。欧州およびロシアではテレビ企画パル 50Hz が利用されました。 NTSC 規格ではパル規格と比較して 1.2 倍の速度で楽曲が奏でられます。ここでパル規格でのソルスティスを聴いてみましょう。後期においてはどちらのフォーマットでも同じ音が出る工夫がなされておりますが、初期タイトルにおいてはイギリスを拠点に活動するティム・フォリン氏がパル 50Hz 規格で楽曲を作成することは自然であります。 YouTube にアップされているティム・フォリン氏の作品は注釈がない限りほぼ NTSC60Hz であり、特に初期作品についてはティム・フォリン氏が意図していない音楽である可能性が高いです。少なくともソルスティスに関してはパル規格がティム・フォリン氏の意図する音と明言されております。どのタイミング、ソフトからどちらのフォーマットでも同じ音が出る工夫がなされていたが諸説あります。シルバーサーファーについては米国での発売であり NTSC 規格が正しいとの解釈もありますが、例えばロシアなど一部の国では任天堂正規品ではないネス規格のゲーム基本体がリリースされており、この場合は NTSC60Hz より遅いパル 50Hz で楽曲が流れ、この場合は 17% 遅い楽曲となります。いずれにせよ、当時ティム・フォリン氏のゲームを楽しんだ子供たちにとっては、その時聴いたサウンドが本物であり、どちらが正しいかの議論は子供たちにとっては無意味であると思います。今回の動画では古いソフトウ
クレアリサーチ社が1982年にイギリスでリリースしたホームコンピューターです。ティム・フリン氏にとっても最初期のハードで、ディープ1チャンネル、10オクターブ、10種以上の音色となります。たった一つしかチャンネルがない音源で多彩な楽曲を作りました。サウンドドライバーも作成し、初期は3和音、後期は6和音で楽曲を制作しています。ZX スペクトラム128シンクレアリサーチ社が1985年に発売した ZX スペクトラムの機能強化版です。新しい機能としては 128KB RAM PSG AY38912 があります。 PSG3 ちゃん+ノイズ1ちゃんです。 ZX スペクトラムはスペック的に MSX よりも低スペックでありながら、セガの体感ゲームが全て移植されたり、近年でもソフトがリリースされたりと、日本における MSX 以上の人気を誇る名ホビーパソコンです。この音源ですでにシルバーサーファーなどを彷彿させる楽曲を奏でます。コモドール64コモドール社が1982年1月に発表した8ビットホームコンピューターです。特徴は SID 音源であり、K 波、三角波、ノコギリ波、ノイズのいずれかを同時に3音まで出せます。 PSG とは異なる特徴のある音色は世界でも人気のある音源で、世界のチップチューンではその豊かな音色から頻繁に利用されます。いずれ単体で解説したいと思っております。ファミコン音源とはノコギリ波の無くらいの差なのですが、3音での組み合わせは自由であり、ファミコン音源とは別のサウンドを奏でることが可能です。アタリ ST アタリ社が1985年に販売したホームコンピュータです。モトローラの MC68000 をベースにしたパソコンであり、512KB 以上のメモリと 3.5 インチフロッピーディスクを搭載。同様に68000を搭載していたアップル社のマッキントッシュやコモドールのアミガに似たアーキテクチャを持ちます。ヤマハ YM249 K 波3音+ノイズ1音のモノラルサウンドチップ、いわゆる PSG 音源ですが SSG と呼ばれます。 PSG の代表格である AY38910A と同じ40ピンジップパッケージで、ピンポンパチであり、レジスターなども AY38910 互換があります。当チャンネルでは PSG と SSG 同じようなものと定義されることが多いですが、そのサウンドには違いがあり、AY38910 は音量設定もハードウェアエンベロープ、例えばピアノ鍵盤を叩いた後の減衰の段階の音量変化も16段階ですが、 YM249 はハードウェアエンベロープの音量変化が32段階と細かくなっており、豊かな楽曲を奏でます。NES 任天堂より1985年に発売された海外版ファミコンです。 K 波 UT 比3種類、2ちゃんプラス、三角波プラス、ノイズプラス、 DPCM。 基本的な音色はファミコンと同じですが、ファミコンと異なり拡張音源には非対応です。ティム・フリン氏全盛期時代の代表的なプラットフォームであり、日本においてはティム・フリン氏イコールネスサウンドの印象が強いでしょう。ユーザーが多い分、PAL と NTSC の楽曲の差が大きく取り上げられることがあり、現在でもどちらが正しいのか議論が続く日本人にとっても馴染みの深い音源です。ファミガコモドール社より1985年に発売されたパーソナルコンピュータです。ハードは1980年代後半から1990年代初頭にかけて主に欧州市場において人気を博したパソコンです。 3DCG やビデオ映像といったグラフィックに対応していることが主な利点であり、映像制作者、メガデモ制作者、アーティスト、
できる指標のスペックは CD が16ビット65536段階、アミガは8ビット256段階、ファミコンの DPCM は6ビット64段階となっています。スーパーファミコンが発売されるまでの PCM 音源での主流であり、ティム・コリン氏のテクニックにより多くの名作が誕生しました。ジェネシス MD、 セガより1989年に発売された海外版メガドライブです。アメリカ、カナダを含む北米市場では1989年にセガ・ジェネシスとして発売されました。北米ではメガドライブの商標がすでにアイオメガによって登録されており、同社からの名称使用許可も得られなかったためジェネシスに改名されています。 FM 音源6チャンプラス ESG 3チャンプラス ECM プラスノイズ1チャンと音源は YM261 に足す SSG 音源で構成されます。ティム・フォリン氏にとっては初めての FM 音源でありますが、日本ではセガや日本ファルコムなどを代表する音色に熱心だったことと異なり、ティム・フォリン氏はあまり影響を受けておらず、日本人が作る FM 音源とは異なるアプローチでの名曲を多く生み出されました。 SNES、SFC、任天堂より北米では1991年、欧米では1992年より発売された海外向けスーパーファミコンです。音源は SPC と呼ばれ、当時ソニーのハードウェアエンジニアであったクララ・デュペンが設計を手掛けた PCM8 ちゃんと強力な反面、音源用メモリの容量が 64KB と初代ドラゴンクエストと同じと絶望的に少ないこと、初期のライブラリの音源ドライバーパンキチ君の使いにくさや、スーパーファミコンの標準の開発機材だったソニーのニュースのユニックス環境に制作側が慣れていないなど、初期は制作ノウハウ面でハードルが高かったこともあり、音源の能力を発揮するためにはドライバの自作や改造ができる高度な技術を持ったプログラマーや、それに対応できるサウンドコンポーザーの腕が必要でした。そのためスーパーファミコンのゲームのサウンドは制作側の能力移管によって大きく音質が異なります。小城雄三氏が手掛けたアクトレイザーが業界にショックを与えたのはあまりにも有名な話です。ティム・フォリン氏はギターを含む楽器奏者でもあり、多くの洋楽を影響を受けて育った環境と、彼自身のプログラム能力とテクニックで手掛ける SNES のサウンドは日本のものと別音源ではないかと思うほど異なっており、 CD、DA ではないのかと参考動画のタイトルに度見するほどクオリティが高い。ゲームボーイ、任天堂が1989年4月21日に発売した携帯型ゲーム機です。パルス波、特定波、2ちゃん足す波形メモリ音源1ちゃん足すノイズ1ちゃん。波形メモリの使用はナムコ波形メモリと同等ですが1ちゃんのみ使用可能です。この音源でもティム・フォリン氏の特徴のあるサウンドは健在であり、往年のサウンドを楽しむことができる後期作品。メガ CD やプレイステーション以降は CD、DA およびストリーミングでのサウンドとなっており、ティム・フォリン氏が本来求めたサウンドを CD 音源の力で名曲を演奏しますが、各音源チップの制限下での楽曲作成がティム・フォリン氏の真骨頂ともいえる時代であり、旧世代の音源チップに心を打ち抜かれたファンが多い傾向にあります。 CD、DA およびストリーミング時代は子供の頃ティム・フォリン氏のサウンドに魅せられたクリエイターが世界中でゲームを開発しており、後述するセガもその一つであり、世界中からティム・フォリン氏へ楽曲制作のオファーがあり、リリースされています。その反面、ゲームの開発規模が80年代とは比べられないほど大規模になり、様々な葛藤があり、一時期完全に作曲家としての活動を停止していた時期がありました。
ティム・フォリン氏の経歴。1970年イギリスセントヘレンズで生まれます。ティム・フォリン氏は子供の頃ピアノなどの正規な音楽教育を受けていませんでした。リバプールのサンダウン音楽大学を1年間学んだ後中退しています。1985年なんと15歳でインサイトスタディオスで働き始めました。兄のマイク・フォリンが ZX スペクトラムのプログラミング方法を学び、同社でプロとしての仕事を始めたため、彼もビデオゲームの世界に行き着きました。最初期のタイトルは初期型 ZX スペクトラムであり、サウンド機能はビープ1チャンネル、10オクターブ、10種以上の音色です。パルス波が変調エフェクトを開発した後、ティム・フォリン氏は最初のプロゲームであるサブトリニアン・ストライカーの音楽ドライバーとサウンドトラックを書き、続いてゲームスター・ファイヤーバードに使用されたストラヴィンスキーのザ・ファイヤーバードの編曲を書きました。その後、3番目のサウンドトラックであるベクトロンの音楽を作成するために使用したビーツ音一つしか出せない ZX スペクトラムで3チャン出力可能なサウンドルーティンを開発しました。その後、彼はプロノスやエージェント X などのゲーム用の4チャンネルおよび5チャンネルの音楽を作成し続けました。活動初期においても雑誌のゲームレビューで音楽が称賛されました。ティム・フォリン氏の唯一のゲームプログラミングクレジット、音楽ドライバーは除くは彼の4番目のタイトルであるフューチャーゲームスでのもので、いくつかのミニゲームのうちの一つを作成しました。3. ソフトウェアの作成。1987年、リチャード・ヘイに雇われたティム・フォリン氏は兄のマイクに続いてソフトウェアクリエーションズに移り、これが彼の最初のフルタイムの仕事となり、作曲者としてのキャリアのかなりの部分をそこで過ごしました。ティム・フォリン氏がアレンジしたバブルボブルのサウンドトラックは、彼にとって初めてサウンドチップ PSG-AY-38910 用に書かれたものです。1988年、ティム・フォリン氏は作家活動に悩んだ時期がありましたが、その後、一夜にしてブラック・ランプの音楽を書き上げました。1989年、アミガ、ヨーのグールズン、ゴースト、大魔界村のレベル1を泣くないには、シークレット、アフォリティ、秘密の権威といって逆再生される音声サンプルが含まれていますが、これはティム・フォリン氏よりただの冗談と語られています。グールズン、ゴーストと並んで他の2つのアミガサウンドトラック、スライ、スパイとパズニックがアミガ音楽フォーマットフォーリンプレイヤー2で提供されました。バイオニック、コマンドーやグールズン、ゴーストのようなアーケード、サウンドトラックのアレンジメントにティム・フォリン氏はより豊かなサウンドパレットを追加し、時にはいくつかの新曲、グールズン、ゴーストのタイトルミュージックを作曲しました。1990年のインタビューでティム・フォリン氏はコモドール64の作曲をもうやらないという見通しに対して少し寂しいと述べ、このマシンに止まるとは思えないと述べ、おそらくヨーロッパのゲーム市場で起きている意向を感じ取っていたのかもしれない。彼が愛した80年代のビデオおよびコンピュータゲームプラットフォームは終焉を迎えました。ティム・フォリン氏が愛したコモドール64最後の作品は1991年のガントレット3でした。1993年、兄弟のジェフと共にサウンドトラックを提供する他に、ティム・フォリン氏は SNES 海外版スーパーファミコンタイトル「機関車トーマスと仲間たち」のライブ効果音を録音しました。労働環境の悪化を理由にティム・フォリン氏は1993年ソフトウェアクリエーションを退職しました。そこでの
した後、マリブインタラクティブに18ヶ月在職しました。マリブで働いている間、ティム・フォリン氏はセガメガドライブのタイムトラックスのサウンドトラックと弟のジェフと一緒にセガの CD のプライムにサウンドトラックを提供し、翌年は実質的に何もせずに報酬をもらって、その後退職しました。兄のジェフと共同で作曲したもう一つのタイトル「ファイラー」もファミ公開となりました。ティム・フォリン氏はビデオゲームの残りのキャリアをフリーランサーとして過ごすことになります。マリブインタラクティブの倒産後、細部のオシスと BBC にゲームを売り込んだグループと協力しました。グローブによって開発されたバットマン&ロビンのサウンドトラックの一部を提供しました。1998年半ば頃にタイトルのリードコンポーザーとしてエコー・ザ・ドルフィン・ディフェンダー・オブ・ザ・フィーチャーの開発チームに加わりました。ティム・フォリン氏のコモドール64作品のファンだった英国セガのプロデューサーデビッド・ヌルティから作曲家のポジションをオファーされていました。サウンドトラックは H、DC、UK およびオフィシャルドリームキャストマガジンから非常に好評を博しました。2003年のマルチプラットフォームリリーススタースキー&ハッチにはファンクスタイルの楽曲がティム・フォリン氏によって作られました。当時次のように語っています。これはいつか実現したいと願っていたプロジェクトです。私はスタースキー&ハッチとそのオリジナルのタイトル音楽がずっと大好きでした。ソフトウェアクリエーションズに所属していた間、以前1991年のネスリリーストレジャーマスターのタイトル音楽としてスタースキー&ハッチテレビシリーズのテーマを編曲していました。ビデオゲームのキャリアに終止符を打ち、その後復帰。2005年8月頃、ティム・フォリン氏は自身のウェブサイトで不規則な仕事で実質的な収入が得られないことを理由にビデオゲームの音楽作曲をやめる選択をしたことを大変喜んでポジティブにウェブサイトで発表し、その状況が自分に頭痛と病気をもたらしたと気楽に付け加えた。その頃はゲーム開発環境が80年代の小規模なものとは異なっており、そのゲーム開発の困難な性質によりティム・フォリン氏が雇用されたものの、その後プロジェクトが棚上げされるということが何度か起こりました。スタースキー&ハッチは最終的にリリースされるまでに約3年間開発が進められていました。2012年の終わり頃、ティム・フォリン氏は当初インタラクティブ、オーディオ、アドベンチャー、ゲームとして考えられたアイデアを誇り、そのコンセプトをコントラディクションと呼ばれるビデオ、ベースのアドベンチャー、ゲームとして練り直すことにしました。彼はこのゲームのデザインとスクリプトを作成し、その後、撮影とプログラミングを行い、ゲームのサウンドトラックも作曲し、作曲家としても復帰します。このゲームはその後 iPad でリリースされ、その後 Steam でもリリースされました。その後ティム・フォリン氏は別のゲームアット・デッド・オブ・ナイトに取り組みました。今回はホラーゲームジャンルで2020年末にリリースされました。2021年頃にアット・デッド・オブ・ナイトが Windows で制作されました。6、2人の兄弟。彼の兄弟のジェフ、フォリンとマイク。フォリンもそれぞれミュージシャンとプログラマーとしてビデオゲーム業界で働き、2人とも他のキャリアに移りました。兄弟たちと同じようにティム・フォリン氏もキャリアを変え、映画、テレビ広告、グラフィック、デザイン、視覚効果、ゲーム、デザインを追求することを選びました。彼自身が自分をミュージシャンや開発者と同じくらいゲーマーだと考えたことはありませんでした。7、ビデオゲーム音楽についての考え。ティム・フ
ことはなく、またそうすべきではないというものでした。むしろティム・コリン氏はゲーム音楽はある種の雰囲気のあるものであると信じており、ビデオゲームまたはその音楽が作曲される他のメディア向け老いとして常に何か他のものの一部として音楽を書いていました。ティム・コリン氏は個人的な経験の中で音楽制作で最も難しい部分はコンセプトの段階であると常に考えており、おそらく他の何よりもアレンジのことで髪をかきむしるほどと語っています。最も簡単な部分は固まったコンセプトを実行することでした。ティム・コリン氏は初期のプラットフォーム ZX スペクトラムなどのサウンドチップは音響効果を生み出すことのみを目的としていたため、コンピューターミュージックという概念がそもそも愚かなものであると感じていました。1994年の時点でビデオゲームから離れて映画に移行したいという願望を表明し、ゲーム業界が過去に後退しないことを望むとともに、チックで生成された音楽には二度と取り組みたくないと述べています。CD オーディオの新たな標準、古いコンソールのオーディオ制限に対処する場合でも、現代のサウンドトラック用に作曲する際のゲームの狭いスタイル、ガイドラインに対処する場合でも、ティム・コリン氏は制約の中で音楽を作成するという課題がビデオ、ゲーム、ミュージックに取り組む興味深い部分であるとみなしました。ビデオ、ゲームの作曲家としてティム・コリン氏は多くのジャンルに精通し、オンデマンドで音楽を作成する必要があるため、一つのスタイルの音楽を生み出す行為に慣れている一般の人々をしばしば混乱させると考えていました。彼はミュージシャンは一般に異質であることで報われないと述べています。ゲーム、ミュージックのキャリア中、彼はデモシーン、グループに参加する気分も興味も全くありませんでした。ティム・コリン氏はビデオゲーム作曲家仲間をほとんど知りませんでしたが、音楽に費やした量の努力でリチャード、ジャック、セガヨーロッパ所属、ソニックシリーズなど多くの楽曲を提供、お高く評価していました。8. ティム・コリン氏が影響を受けたもの。ティム・コリン氏はプログレッシブ、ロックだけでなく多くのミュージシャン、クイーン氏、ジョーンズ、ジェスロ、タル、レッド、ゼッペリン、ジョン、マーティンを含むが、彼の音楽に偶然または無意識のうちに影響を与えたものとして挙げています。ディープ、パープルやガンズ&ローゼズの音楽も楽しみました。しかし彼は特定のアーティストやスタイルが彼のキャリアにおいて主なインスピレーションになったとは感じていませんでした。ティム・コリン氏は受賞歴を誇るバイオニック、コマンドのサウンドトラックを作曲する際により現代的なスタイルを目指したことがあり、仕事を失う可能性を恐れて積極的に他人の音楽を模倣することを選択したことを認めました。ティム・コリン氏はビデオゲーム業界にいた間、同時代の音楽アーティストの作品を聴く時間があまりなかったが、そのことが自分のキャリアにとってプラスになったと彼は語っています。ティム・コリン氏はこれらの作品を積極的に聴くことで自分が思いつかなかったアイデアに遭遇し、その後落胆したり模倣する傾向に陥ったりする危険性があるのではないかと考えていました。9. 仕事に対する個人的な見解。特にキャリアの初期にはゲーム自体がまだ初期段階にある時にゲームのサウンドトラックを作曲することがよくありました。通常基準の枠組みやジャンルの目的が念頭になかったことを意味します。ティム・コリン氏自身はこうした状況によりサウンドトラックがゲームに適していない多くの例を引き起こしていると面白く感じていましたが、
当時彼もゲーム開発者も何の問題も抱えていませんでした。ティム・フォリン氏は別の機会があれば初期のサウンドトラックをよりゲームに適したものにするためにもっと努力しただろうと述べ、それができなかったことは構成の質にもかかわらず今後の仕事を犠牲にする可能性が高いと感じたと語りました。当時ティム・フォリン氏は代わりにさまざまなコンソールのオーディオ制限を調査することに重点を置きました。最も原始的なビデオゲームシステムのサウンドチップの技術的限界により、ティム・フォリン氏の主な目標はオリジナルのサウンドを作成することと、結果として得られる音楽の音質が悪くならないようにすることでした。デモシーングループに参加することに全く興味がありませんでしたが、コモドールプラットフォームでの仕事の終わり近くになって音楽を作るのは楽しかったと話しています。しかし大魔界村以外ではティム・フォリン氏は後にコモドール64の作品をナンセンスであり特に満足していないと述べています。ティム・フォリン氏は彼の初期のプロジェクトの多くとは異なり、このゲームは基地の存在であったにもかかわらずコモドール64大魔界村お気に入りの作品として挙げました。ゲームの音楽ドライバーを作成したソフトウェアクリエーションプログラマースティーブ・ラリーはティム・フォリン氏がタイトルテーマの幅広いイメージについて説明したことを覚えています。大魔界村のサウンドトラックではティム・フォリン氏はほとんどのトラックに川本玉吉のオリジナルのアーケードサウンドトラックの一部を保持しましたが、それらのトラックの他の部分については彼自身のアイデアに移行するだけでした。ティム・フォリン氏は自分が作った作品が完成した時点で時代遅れに感じられ弾くのが難しいと感じていました。ネスの方が個性があると感じ、当たり ST や ZX スペクトラムの PSG チップを使用することがあまり好きではありませんでした。アミガ用の音楽作曲はそれほど成功しているとは感じていませんでしたが、ティム・フォリン氏は SNES とコモドール64のサウンドトラックの制作を楽しんでいました。彼はコモドール64の SID チップ用に作曲することをそれ自体が楽器を演奏していると表現し、アナログ風なサウンドを高く評価しました。また SNES のスパイダーマン X メンアーケードリベンジは安価な70年代のギターシンセやブラスシンセが含まれていたため楽しかったと回想しています。彼自身が生楽器に熟達しているとは考えておらず、サンプルを使用していわゆる第5世代のビデオゲーム機を超えるいくつかのサウンドトラックを作曲したにもかかわらず、ティム・フォリン氏はサンプリングされた音楽があまり好きではありませんでした。その代わりに自分が作る音色を生の楽器にできるだけ近づけるように努力しました。サンプリングされた楽器を使用した彼の最も注目すべき作品はエコー・ザ・ドルフィン・ディフェンダー・オブ・ザ・フィーチャーのサウンドトラックであり、ティム・フォリン氏はこの経験を楽しみましたが、弦楽オーケストラやオーケストラなどの機材やリソースの不足の理由で不満を感じていました。10ティム・フォリン氏のファン。ティム・フォリン氏には熱狂的なファンが世界中にいます。自身のウェブサイトを開設した際には欧米、米国、ブラジルなど世界中からメッセージが届き、彼の作品を全て知っているというメッセージや彼のアレンジ作品など多くが寄せられました。ティム・フォリン氏は自身の曲を含むビデオゲーム音楽のアレンジに特化したファンコミュニティについて、それは本当に良いことで、多くのことはそれは私がやろうとしたことよりもはるかに優れていると述べています。現在においてもティム・フォリン氏は SID 音源を用いたチップチューン業界におけるヨーロッパのミュージシャンの間で愛すべき作曲家として常に言及されています。11現在のキャリア。ティム・
ム・フォリン氏はボディ、カウンティングと3、サークルという2つの短編映画の脚本、監督、制作、作曲を行っています。ボディ、カウンティングは2004年11月にサルフォード映画祭で5000ポンド以下の最優秀短編映画賞を受賞しました。ビデオゲーム音楽の作曲家としてセミリタイアして以来、テレビ業界で働き続け、テレビ広告やドラマの撮影監督を務めたり、コマーシャルのグラフィック、CGI、音楽を制作したりしています。2010年4月、マット、バラクラフト・ポール・アングラーと共にテレビ、コマーシャル、ウェブ、ビデオ、音楽プロモーションを制作する会社である ABS ピクチャーズ LTD を設立しました。2013年に彼はさまざまな興味やスキルを活用するためにバギーキャット LTD という会社を設立しました。2015年、2020年と作曲者としてゲームミュージックの制作しリリースし、現在も忙しく活躍されています。12、ティム・フォリン氏楽曲の特徴、シルバーサーファーを例とした解説。日本におけるティム・フォリン氏の代表曲といえば、日本では未発売のシルバーサーファーでしょう。海外製ファミコン、メスでは拡張音源に対応しておらず、ファミコンの基本音源のみで楽曲が作成されています。ティム・フォリン氏は DTCM を除く、クケイハニちゃん、三角波、ノイズ、この4音を使って楽曲を作りました。ZX スペクトラム時代に養われたテクニックを駆使して作られるその音は、日本のゲーム機とは別次元の存在でした。チャンネルごとにテクニックポイントを見ていきましょう。ファミコン音源については後日別途動画で解説しますので、ざっくりと仕様を解説します。1ちゃん、2ちゃんは区形派です。 UT 比が3パターンあり、細かく切り替えが可能です。三角波は正確な三角ではなく16段階です。ベースや視線率、パーカッションと活躍し、ファミコンらしい音の特徴です。ノイズは長周期と短周期の2種類がありますが、短周期はファミコン初期型と後期型で音が異なるため、長周期が使われます。凍てつく波動や攻撃音、ハイハットなどでよく使われます。シルバーサーファーではこれらがどのように使われたか解説します。クケイハニちゃん、高速アルペジオを多用されます。この手法はもはや人間には再現不可能な演奏手法と言えます。パルバン 50Hz であればなんとかという猛者の方、ぜひチャレンジいただきたいと願います。この特徴的な音色は1オクターブ離れた音を高速で切り替えることで特徴のある音色を作り出しています。同じようなアプローチでドラゴンクエストの街の曲のようにビューティー比を音のアタックだけ切り替えるテクニックがあります。クケイハイチちゃん、基本は先ほどのテクニックを利用しています。特徴としてベースの補佐的要素を作り出しています。圧巻は6和音高速アルペジオです。サンちゃん三角波、シンプルに見えて忙しいのがサンちゃんです。ベースラインを刻みながらわずかな隙間でグリッサンドと呼ばれる音階を高速に変化させる演奏でドラムの音を作ります。これはロックマンなどで用いられるテクニックです。この音に口述するノイズを組み合わせます。ノイズ、2つの機能を持ちます。ノイズパターンを駆使しリズムを刻みます。一見、クローズハイハットとオープンハイハットのように感じますが、ここで先ほどのサンちゃん三角波と重ねてみましょう。オープンハイハットに聞こえた部分は三角波バスドラムと同時に鳴らしています。ドラムにはスナッピーと呼ばれる金属製のジャラジャラと音がする響き線があります。これをスネアドラムに装着すると、一般的に想像する太鼓的な音に金属成分が加わったスネアドラムの音になります。
先ほどのさんちゃんが作るドラムにノイズ音色を合わせることでスナッピー装着のスネアドラムのような音を鳴らすことが可能になります。これらのテクニックの組み合わせでメスにおけるティム・フォリン氏とサウンドは一世を風靡しました。シルバーサーファーは日本未発売であり、日本人の音源マニアがその存在を意識するのは発売から10年以上も経ったニコニコ動画で紹介されてからだと記憶しています。その衝撃は凄まじく、僕の知っているファミコンから何か違うとんでもない音が出ていると感動し、無形波2音、三角配置音、ノイズ1音でどのようにこの音が出ているのか理解するのにまたさらに時間がかかり、2010年頃発売後20年経ってその仕組みとともにティム・フォリン氏のテクニックに驚かされました。80年代および90年代の日本では小城雄三氏がパソコンでの FM 音源、 MSX での PSG、 ファミコンでのドラスレファミリーによるサウンド、メガドライブでのサウンド、スーパーファミコンアクトレイザーにおける PCM サウンドでの常に第一人者でした。アーケードではヒロシショウが作るセガ体感シリーズの楽曲に夢中になり、当時のパソコンでの楽曲制作は小城雄三氏とヒロシショウを中心とするパソコンやアーケードのゲームミュージックが最先端であり、話題の中心でした。そしてそれは個人が所有する安価な機器では再現ができず、 CD を聴いては思いを馳せる存在の人も多くいました。そんな中、海外では世界中でティム・フォリン氏サウンドに心を打ち抜かれた少年たちがたくさんいました。安価なホビーパソコンやネスから信じられないサウンドが奏でられたのです。現在の日本のチックチューンはファミコン音源が主流ですが、海外ではコモドール64の SID 音源もよく使われます。その特徴的な音色と合わせてティム・フォリン氏は当時も今もパソコン少年、ゲーム少年から神格化され、今日も世界のチックチューンの話題の中に常に彼がいます。いかがでしたでしょうか。当然日本の音源ファンでティム・フォリン氏およびシルバーサーファーとソルスティスは知られていますが、ティム・フォリン氏がビープ1音時代から PSG 時代、 SID 音源時代、ファミコン音源時代、メガドライブの FM 音源時代、アミガやスーパーファミコンの PCM 音源時代、その後の CD、DA 時代と、この世に存在する各種音源での第一人者であったことは日本ではそこまでは知られていません。どの音源でもその特徴的なサウンドはほんの数秒聞くだけでティム・フォリン氏によるものだと気がつくでしょう。時代と音源の変化の中で生み出された名曲の裏側にはティム・フォリン氏の葛藤と苦悩があり、 CD、DA 時代では彼の熱意と裏腹に巨大化されたゲーム開発環境によって不幸な事態になることもあり、子供を持ちながらも不規則な仕事で実質的な収入が得られないことを理由に一度作曲家としてのキャリアをリタイアすることとなり、それでも彼の熱狂的なファンに支持され、もう一度作曲家として復帰した。今回ご紹介したのはティム・フォリン氏作品群の中のほんのごく一部であります。概要欄にも過去最大量のすごい量のリンク掲載しております。また作品名タスカルで検索すると彼の意図した楽曲を聴くこともできます。ぜひティム・フォリン氏の魅力を再発見するとともに、日本では馴染みの薄い SID 音源やアミガの音源についてもご興味を持たれてはいかがでしょうか。今回軽く紹介しました各種音源もいずれ単独の動画として熱く解説する予定です。今回の動画はこれで終了です。最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願い申し上げます。次の動画を作る